どうも、まさです。今回はですね、こちら、北海道産の丸々と超えた天然のブリと、長崎県産の養殖のブリ、こちら2品を用意させていただきました。なんで今回2つ用意したかと言いますと、永遠の論争があるじゃないですか。天然と養殖どっちが美味しいんやというね、そこをですね、ちょっと食べ比べしてみたいなというのと、あとはですね、ブリってね、沖永良部島いないんですよ。第2拠点ができたら絶対に脂が乗ったブリを経費で買って動画にして食べてやろうと思ってたんで、めちゃめちゃ楽しみですね。多分ね、今ショート動画時代でもうそんなんええから早く天然と養殖どっちがうまいんか結論教えてほしいでしょうから言うんですけども、基本的には養殖の方が美味しい確率が高いですね。っていうのもですね、天然のものって育つ環境でですね、味が変わってくるんですね。例えばですね、水温が高いところで取れる魚はですね、基本的に脂が乗りづらく、そして身が水っぽくなりやすいっていうのがありまして、それとか、他に例を挙げますとですね、潮の流れですね。潮の流れがめちゃめちゃ速いところにいる魚はですね、身がしっかりして筋肉質になってるけど、あんまり潮の流れがない内湾で取れたものは全然身が柔らかいとか、そんな感じですね。天然だからうまいっていう神話は一種のブランドイメージの向上だと僕は思っているんですけども、本題に戻りましょう。今日検証したいことが一つありまして、ブリの刺身って面白くて、天然のブリの刺身って30分から1時間ぐらい置いてるとすぐね茶色くなるんですよ。一方で養殖のブリの刺身ってなぜか刺身がね茶色くならないんですよ。スーパーの刺身コーナーとか見た時にね、これ味違うんかなってずっと思ってたんですけども、今日はそれをね試してみようと思います。ということで早速観察していきましょうか。はい、こちらがですね天然のブリでございます。これはねめちゃめちゃいいブリですよ。もう見るからにめちゃくちゃいいブリですね。はい、楽しみやなこれで。こっちがですね養殖のブリなんですけども、ブリはですね縁起のいい魚としていわゆる出世魚と言われている魚でして、サイズが大きくなるにつれて呼び名が変わっていくんですけども、関東ではですね小さいものからワカシ、ハマチ、ワラサ、ブリとサイズが大きくなっていって、関西の方ではですねスバス、イナダ、メジロ、ブリという風にねサイズが大きくなっていきます。で一般的にはですね80センチ以上のものがですね、ブリって呼ばれますんで、これはですね大体70センチぐらいの、65から70センチぐらいなんで、ワカシと呼ばれるサイズですね。はい、そんな感じですね。いろいろと呼び名がある魚なんですけども、標準和名はブリですから80センチ以下もですね全部ブリと今日はね、呼んでいこうと思います。はい、それではですね早速さばいていきましょうか。楽しみだなこれ。さてまずは鱗を取っていきましょうか。いつもねまな板の上で鱗取ってますけども、ブリの鱗はね特にめっちゃ飛ぶんで、シンクに落としてから鱗取っていきましょう。では鱗を取っていきます。はい、1匹目終了。はい、2匹目。では頭を落としていくんですけども、こっちまず天然の、ブリですね。天然のブリはですね魚さばき YouTuber にとってはねありがたくて、っていうのも胃袋に何か入ってる可能性があって取れ高になるんですよね。やば油、うわすげえな。とんでもねえ油の入り方してんな。これ内臓脂肪いかついぞ。っていうか心臓でかっ。心臓でかいね。心臓も焼いて食べようか。はい、エラが取れました。これ全部内臓脂肪ですね。すげえな。めちゃめちゃ脂乗ってんな。でこれ心臓めちゃめちゃでかいんで後で焼いて食べてみましょう。じゃあ頭を落としていきましょうか。よいしょ、取れました。はい、そしたら今度釜取っていきましょうね。で養殖のものもね頭を落としていきましょう。魚にはですねいろいろさばき方があるんですけども、養殖は胃袋あんまり何も入ってないと思うんで、内臓傷つけてもいいと思ってるんで、ちょっと傷つけてこうやって落としていきます。これ一番楽ですね。でこの後に頭割っていきましょう。くそ、肘に捻挫してるから力入りづれえな。
はい、これで頭がね2つに割れたんですけども、血だらけでね皆さん何が起きてるのか分かんないでしょうけども、これ心臓がね今出てきたんですけど、やっぱり養殖のやつって生けすの中でね、海の中で網張って生かしてるんで、あんまり泳ぐ力を必要としないんじゃないのかなというのが、天然の方が大海原泳いでますから、泳ぐ力がねこう心臓に現れてますね。これめちゃめちゃでかいです。はい、ということで釜が取れました。やっぱいつも出刃包丁でさばいてますけど、こうやって釜をね外したり細かい作業するときはこの牛と柔らかいんですけど、こういう柔らかい包丁でやるとやりやすいですね。これも内臓脂肪すげえな、えぐ。はい、それでは綺麗になったんですけども、右側がですね養殖のブリで、お腹周りとか見てみますと、ここがですねマグロでいう大トロの部分なんですけども、めちゃくちゃ脂乗ってますね。めちゃくちゃ脂乗ってますね。とてつもないサシです。でこの天然のものもですねかなり脂乗ってるんですけども、養殖のものと比べるとさすがに脂の乗りは少ないかなといった感じですね。でここから2枚おろしにしていくんですけども、魚の刺身って切ってから数十分でねすぐ臭くなっちゃうんですけども、主に2つ臭くなる要因があります。1つ目はですね油の酸化です。魚の油はですね主に不飽和脂肪酸でできているんですけども、空気中の酸素と結びつきやすいんですね。そして酸素と結びつくと臭みが出ると。そして筋肉中にミオグロビンという物質があるんですけども、マグロとかの赤身の色を想像したら分かりやすいんですけど、ああいうのにねめちゃめちゃ含まれてるんですけど、それもまた空気中の酸素とすぐ結びついて臭くなるんですね。でおそらくですね養殖のブリが茶色くならない要因はこれですね。生けすの中なんでね、あんまり泳ぐ必要がないんで、天然のものと比べてそんなに筋肉中にミオグロビンが含まれてないんだと思います。つまりですね今回の実験はですね油の酸化の味だけではなく、ミオグロビンの酸化の味をね楽しめるという実験ですね。しっかりとねこんな条件付けした上で生臭さを味わったことないんで、どのぐらいちゃうんやろっていうところをね今回調べていきましょうということです。では2枚おろしにしていきましょう。3枚おろしにしない理由としてはですね、なるべく酸素に触れないためですね。こんだけ量あったら3枚おろし食べれないですからね。で刺身はですね全体が酸化してしまいますから、特に鮮度劣化を感じやすいということなんですね。2枚におろしました。めちゃめちゃ美味しそうだな。ここ今空気に触れてますんで、ここはもう酸化が始まってしまってます。で逆に言えば背骨がついたまんまだとこっちの身はですね酸素に触れませんので、ここから熟成したりとかできます。で右が養殖、左が天然なんですけど、同じ処理してるのに全然見てわかるぐらい色が違いますね。やっぱりこっちの方がミオグロビンの含有量が多いんですね。はい、では腹骨落としていきましょう。めっちゃすげえな油。うわー、酸化させるのがもったいねえ。だってこのブリのクオリティあと1年食えませんからね、天然ですから。今回ばっかりはでも養殖より天然の方がクオリティ高いかもな。なんか水っぽいぞ。ではですねこの腹の血合い骨を食べ比べをしましょうか。こんぐらいでいいだろう。でこれ今見た感じはですねあんまりまだ赤黒くはなってないですね。さてこれがどうなるのかと。でこれ皮を引いていきます。うわめっちゃうまそうだ。こんだけ脂乗ってると皮引きやすいですね。皮と身の間がずるずる包丁が入っていきます。よいしょ。うわでもちょっと残しすぎてる感じもするが、はい、今のところこんな感じですね。同じ身なんですけど、こっちが養殖でこっちが天然ですね。全然ちゃうな、同じ魚でも。はい、ではですねビフォーアフター分かりやすいようにこれ切っておきましょう。わすげえなこれ。この油の層2ミリぐらいありますよ。めちゃくちゃうまそうじゃん。こっちも同じ切り方で切っていきます。そしたらまず酸化しない状態で食べ比べていきます。醤油もつけずにいきます。まず天然。うまそうだな。うわめちゃめちゃ味濃いな。うわすごいな。めちゃめちゃ味濃。では養殖。うわめ
めちゃめちゃ味濃いな。ミオグロビンっていう物質自体鉄を含んでますんで、やっぱ天然の方がね、若干血っぽいっていうか、酸味が強い味がしますね。やっぱあとでかい魚の方が旨味が強いですね。さてこれがどうなるのかといったところですね。はい、ではですね、まずは焼き霜を作っていきます。こちらは天然のブリの腹ですね。うわ、やばいなこれ。今まで見たブリの個体の中で一番えげつねえかもしれない。でこれ切り目入れていきます。飾り包丁ですね。まず塩を薄く全体にまぶします。でこれで5分ぐらい置いていきます。さてそうこうしてる間にですね、余分な水分が抜けてきましたんで、これ水分を取っていきます。これをやることで臭みが全然変わってきますね。はい、ではバーナーで炙っていきます。もう全体炙っちゃいましょう。うわ、めちゃめちゃうまそう。油すごすぎてもうなんか揚げたみたいになってるんだけど。これすごいわ、ギットギトだわ油。そしてなんといってもブリのカマの塩焼きがうまいですからね。今日はこれを塩焼きにしていきます。塩をまずは振っていきます。炭火でじっくり焼いていきたいところではありますが、時間が今回ないんでホイル焼きにしていきましょう。じゃあアルミホイルに包んでいきます。はい、そしたらフライパンに置きまして焼いていきましょう。着火。はい、ではラストね、心臓切って焼いていきましょう。生でも食べれると思うんですけど、一応火を通しておきましょう。腹壊したらめんどくさいですから。では焼いていきます。ごま油、そして塩、そしたら焼いていきます。はい、それでは完成しました。いただきます。やっぱ天然の方がやっぱ色悪くなるんですね。ただね、見た目が悪いからといって必ずしも味が悪いというねわけではないんで、これをちょっと試したかったんですよ。ではまずは天然の方からいただいています。なるほどね。では養殖。なるほどね。これは絶妙だな。めちゃくちゃ絶妙だな。めっちゃ味が変わるかって言われたらそんなに味が変わるわけでもない。ただやっぱりね、天然の方がね若干鉄臭さみたいなものはありますね。だからといってこの見た目ほどの味の差がないですね。血合いだけ食ってみようかな。無味で食うと結構きついなこれ。これやっぱね、見た目通りにやっぱ全然ちゃうわ。今回ね、油こんだけ乗ってるやつ初めて食べたんですけど、どう考えても火入れた方が美味しいですね。全然味違う。めっちゃ生臭いです、天然の方は。でこれ面白いのが炙ったブリなんですけども、火を入れないで普通にこうやって置いておくと水っぽくなるんですけど、これ炙ったものはですねそんなに水っぽくならないんですよ。これなんでなのかわかんないんですけど、そう炙って食べるとそんなにね見た目は変わんないんですよ。うわ、炙りうまっ。炙り全然生臭くなってない。うまいな。なんでなんやろうな。それはミオグロビンが何かしら変性してるんでしょうね。では心臓いきましょう。心臓、なるほどね。なんか牛とか豚のハツと比べると全然柔らかくて、牛のレバーと同じぐらいの食感ですね。柔らかい。で味も魚ってよりはそっち寄りですね。食肉のレバーっぽい味がしますね。はい。そんなに美味しくないです。はい。若干生臭い。鉄臭いね。ではホイル焼きもいきましょう。こんなん絶対うまいやろ。うわ、すごいなこれ。これ肉のスープみたいですね。めちゃめちゃ味濃いな。もう炙りとは全然違いますね。うわ、すごっ。こんな脂乗るんや。普通の身も食べよう。背中の身も柔らか。はい、それではごちそうさまでした。いやー、とりあえず撮影終わったらめちゃめちゃブリ食べよう。しゃぶしゃぶにしよう。めちゃめちゃうまいわ。ずっとねちょっとやってみたかった検証だったんですけども、これまたちょっと魚の奥深さが知れましたね。
いやーなんかね食べてみた感じ、今回ちょっとフォーカスを当ててなかったんですけども、大きさとかがね結局2匹の個体差があったんで何とも言うことができないんですけど、やっぱ大きい方、今回天然の方が大きかったんですけども、天然の方がねミオグロビンの味はあったんですけども、味わいがめちゃめちゃ奥深くて美味しかったんですよね。これは何の旨味なんだろうな。同じ日に揚がったものを同じ日にさばいてるんで、ほぼほぼ熟成期間も一緒の中で、やっぱ天然の方が旨味、油じゃない旨味がすごい強かったんで、これ何なんやろうな。これまたちょっと継続して見ていきたいですね。はい。結構みんなね養殖をねバカにしてる節があるんですけど、今回見て分かった通り養殖もねめちゃめちゃレベル高いんですよね。これからね鍋とかね美味しい季節になりますからね、寒ぶりの季節ですね。はい、ブリ食べる時に、養殖なのか天然なのか見て食べるとまた面白いんじゃないでしょうか。はい、ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは同じ部位なんですけど、養殖と天然どっちかちょっとこれ当ててみてほしいです。ちょっとこちらの方先いただきます。うまい。で、こっち？そうですね。こっちの方が味が濃い。もう全然違います、これ。全然味の濃さ、深みっていうか、そういうのが全然違いますね。こっちうまい。じゃあそっちが天然。正解です。やったやった美味しい。本当に全然違う。興奮しております。美味しい。本当にうまい。結論、天然ブリと養殖ブリを刺身にして時間経過を観察すると、天然物は血合いの色の変化が激しく、かなりの生臭さを放つことが分かった。一方、血合い以外の筋肉に関してはほとんど味の違いを感じることはなかった。また、さらに2日熟成したものは明らかに天然物の方が旨味が強かった。これはミオグロビンもしくは何らかの成分が天然物により多く含まれ、その分解過程で何らかの旨味成分に変化したと考えられる。なんか学校の授業みたいですね。今度からはもうちょっと簡単な検証にしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで降らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。